みんなどうもなのだ。動画ナビゲーターのずんだもんなのだ。今日はアフリカ大陸の北東に位置する国、スーダンを紹介するのだ。実はスーダン、エジプトよりもたくさんのピラミッドがあるのだ。世界で一番ピラミッドが多い国はエジプトだと思われがちだけど、本当はスーダンなのだ。びっくりなのだ。今日はそんなスーダンから全部で5つのニュースをお届けするのだ。中でも特に注目なのが4つ目のニュースなのだ。ハルツーム、恐怖と武装略奪の首都という記事で、スーダンの首都ハルツームが戦争でとってもひどいことになっている実態に迫るのだ。軍が町を奪還した後も市民が略奪や暴力に苦しんでいる悲しい現実を伝えるのだ。とっても大切なニュースだからぜひ見てほしいのだ。この動画が良いなと思ったら高評価とチャンネル登録もぜひお願いするのだ。さあ、みんなで一緒にスーダンの今を見ていくのだ。皆さん、今日はアフリカ北東部に位置する広大な国、スーダンについてご紹介するのだ。まず地理的な場所だけど、スーダンは雄大なナイル川が流れ、エジプトの南に広がる国なのだ。首都は青ナイルと白ナイルが合流するハルツーム。都市の中心を川が流れる、とても魅力的な場所なのだ。スーダンは古くから文明が栄え、独立したのは1956年のことなのだ。しかし、独立後は北部と南部での対立が続き、2011年には南部が南スーダンとして独立した歴史を持っているのだ。政治体制は軍事政権が主で、安定には課題が残っているのだ。人口はおおよそ4900万人ほど。多様な民族が暮らしていて、アラブ系の人々とアフリカ系の人々が共存しているのだ。主要産業としては、広大な土地を生かした農業が盛んで、特に綿花や世界のアラビアガムの多くを生産しているのだ。また、石油も重要な資源なのだ。文化的には、多様な民族に由来する豊かな音楽や舞踊が魅力なのだ。人々の信仰はイスラム教が中心だけど、それ以外の宗教も共存しているのだ。残念ながら、現在スーダンでは軍と準軍事組織の間で激しい武力衝突が続いていて、多くの人々が避難を余儀なくされているのが現状なのだ。国際社会からの支援が非常に重要になっているのだ。このような困難な状況にあるスーダンだけど、その豊かな自然と文化、そして力強く生きる人々がきっと未来を切り開いていくことだろうなのだ。一つ目のニュースなのだ。ファシールのアブ、ショック難民キャンプで RSF が攻撃、40人死亡という記事なのだ。スーダンのファシェルにあるアブ食難民キャンプで、なんと迅速支援部隊、RSF の攻撃によって40人もの人が命を落とし、さらに19人が怪我をしたのだ。これは、キャンプの緊急事態室が発表した情報で、イェール大学の人道研究室が衛星画像を分析した結果とも一致しているのだ。RSF はキャンプの北側から侵入して、無差別な銃撃や直接人々を殺す行為を行ったのだ。亡くなった人の中には、62歳のモスクのイマームや70歳の教師も含まれていたのだ。最初に公開された14人の犠牲者リストには3人の女性もいたのだ。この攻撃に対してスーダン軍と共同部隊は RSF の攻撃を食い止めて敵に大きな損害を与えたと発表しているのだ。でも RSF もファシェルの第6歩兵師団本部へ進行し、車両や装備を奪ったと主張しているのだ。ダルフール地方の知事であるムニ・アルコ・ミナウィさんは RSF を支援している国、多分アラブ首長国連邦なのだが、ファシェルを陥落させれば国際的な承認が得られると条件を出しているとツイートしたのだ。RSF の副司令官アブドルラヒム・ダグロさんもこの攻撃に参加したとされているのだ。イェール大学の衛星画像分析では、アブ食キャンプの北西部に40台以上の RSF の軽車両が確認されたのだ。さらに、ファシェル北部の避難経路が閉鎖されていて、民間人が逃げられないようにしている様子も捉えられているのだ。RSF の兵士が負傷者に発砲したり、
捕虜に差別的な言葉を使ったりする動画も記録されているのだ。戦略アナリストのリッチ・テッドさんによると、今回の攻撃ではアラブ首長国連邦製のスパルタンに MAV という装甲車両が使われたことが分かったのだ。スーダン軍などはこれを破壊したり奪ったりしたのだ。アブショクキャンプはかつてダルフール虐殺から逃れてきた数千人の人々を受け入れていた場所なのだ。ファシェルへの攻撃が激しくなったことですでに住民の 80% が避難してしまったのだ。RSF が主要道路にバリケードを築いて民間人の避難を妨害している様子も衛星画像で確認されているのだ。2つ目のニュースなのだ。人権団体スーダンエチオピア人502人を3ヶ月で国外追放、一部は法的文書所持という記事なのだ。スーダンで人権団体家電司法人権センターが報告書を出したのだ。それによると2025年3月から7月の間になんと502人ものエチオピア人がスーダンから強制的に追い出されたらしいのだ。中にはちゃんと合法的な書類を持っていたり戦争でなくしてしまったりした人もいたのだ。これはスーダン軍と別の勢力が内戦している最中で外国人の存在を整理するって名目で行われたことなのだ。外国人が戦闘に関わっているっていう話もあるけど十分な証拠はないみたいなのだ。あるエチオピア人女性はスパイだと非難されたって証言しているのだ。難民問題が戦争の言い訳に使われているのだ。追い出された人たちの話では突然家に来られて書類を見せる間もなく荷物をまとめる時間もほとんど与えられなかったっていうのだ。戦争で行政サービスが止まって書類を更新できなかった難民もいてそういう人たちが捕まってしまうこともあるのだ。ある女性は夫と長男が連れて行かれてどこに行ったかも教えてもらえないって言っていたのだ。国境でバスを降りたら誰もいない場所に置き去りにされた人もいるのだ。この状況はスーダンの国が戦争でめちゃくちゃになっちゃって難民や外国の人にとってすごく危ない場所になっちゃったからなのだ。ちゃんとした手続きもなしに人々が捕まったり暴力や差別にあったりお金を要求されたりしているみたいなのだ。弁護士に会うことも許されないことが多いのだ。この報告書はスーダン政府にすぐに強制的な追い出しや恣意的な拘束をやめるべきだって訴えているのだ。国際的な人権のルールにちゃんと従うべきだし被害を受けた人たちには法的な手助けが必要なのだ。国際機関や市民団体もこの人権侵害の状況をしっかり見守って情報を広めていくべきだって言っているのだ。そしてスーダン政府にちゃんと責任を取らせるように圧力をかけていこうって呼びかけているのだ。3つ目のニュースなのだ。治安アカデミー政府の庁舎にふさわしいかという記事なのだ。スーダン政府は戦火で傷ついた首都ハルツームの復興に向けて思い切った決定をしたのだ。最高評議会のイブラヒム・ジャビル氏が政府施設の修理を一時停止し代わりに省庁そば地区にある戦略治安高等アカデミー移転させる計画を発表したのだ。こうすることで修理にかかる費用を市民が安全にハルツームへ戻るために不可欠な電気と水道の復旧に充てられるのだ。これはとっても大切なことなのだ。このアカデミーはハルツームの南青ナイル川の西岸に位置していて首都からは約20キロメートル離れているのだ。道からは目立たないけれどその内部はスーダンの基準で見るととっても豪華で広大な建物群なのだ。2017年に開所し約9万7,000平方メートルもの広大な敷地に18棟もの多層で豪華な建物が建っているのだ。そこには55の会議室や講義室、充実した図書館、コンピュータ室、学生寮、VIP向けのホテル、高級レストラン、サッカーやバレーボールのコート、陸上競技場といった様々なスポーツ施設、大きなモスク、そして管理、警備棟まで備わっているのだ。
かつて中国企業が建設したらしく、中に入るとスーダンにいることを忘れちゃうくらい素晴らしいと評判なのだ。けれど、この移転計画に対しては、都市計画の専門家から様々な声が上がっているのだ。ハルツームの建物が戦争で大きな被害を受けたことを考えると、個別バラバラに修理するより、包括的な計画の下で電気や水道の復旧を優先するのは、経済的にも政治的にも、そして象徴的にも賢明な判断だ、と評価する意見もあるのだ。市民が安心して戻るには、まずインフラが整っている必要があるからなのだ。でも、アカデミーが政府の拠点として本当に適切なのか、疑問視する声も多いのだ。政府省庁には、毎日何万人もの市民がいろいろな理由で訪れるけれど、アカデミーはハルツームの中心部から少し離れていて、アクセスも難しいのだ。それに、これまでの省庁が使っていた広大なスペースと比べると、アカデミーの収容能力は限られているから、たくさんの人が集まる場所としては手狭かもしれないのだ。ちなみに、このアカデミーはこれまで国内外の会議などに使われてきたのだ。けれど、2021年の軍事クーデターの後には、なんと当時の政府閣僚がここに拘束されるという皮肉な出来事もあったのだ。果たして、この豪華なアカデミーが、スーダンの政府機能を担う新しい拠点として、うまくいくのか、これから注目していくのだ。4つ目のニュースなのだ。ハルツーム、恐怖と武装略奪の首都、という記事なのだ。スーダンの首都ハルツームでは、2023年4月に始まった戦争から2年以上経った今も、治安がとっても悪くなっているのだ。スーダン軍がハルツームを奪還した後も、市民は略奪や恐喝、ひどい時には殺人にまで見舞われる、無秩序な状態に放置されているのだ。活気があった町は、国家機能が失われた、恐怖の都市になってしまったのだ。略奪をするのは、刑務所から逃げた犯罪者でできた民間ギャングや、所属が不明な制服姿の集団なのだ。人権団体、スーダン権利同盟や、ヒューマン・ライツ・ウォッチの報告によると、スーダン軍の兵士が家に入り込んだり、物を盗んだり、住民を脅したりする事例がたくさんあるのだ。イギリスのザ・ガーディアン紙も、軍の支配する場所に非公式の拘束施設があって、拷問や虐待が行われていると伝えているのだ。さらに、軍は市民を守るべきなのに、その役割を果たさないこともあるのだ。2025年4月にウムドゥルマンでひどい虐殺があった時、近くにいたスーダン軍の部隊は前もって情報を受けていたのに、動かなかったのだ。市民の証言もたくさんあるのだ。SNS には、スーダン軍の兵士が家財やお金を、いつもの手続き、だと言って持ち去った話が載っているのだ。ある女性は、子供たちの目の前で武装集団に物を奪われ、軍は助けてくれない、と叫ばれたのだ。警察署も閉まっていて、通報することさえできない状態なのだ。店の検問所で、地域保護委員会を名乗る集団に現金を要求されたり、市場では軍の情報部を名乗る武装集団に商品を奪われ、これは国への協力だ、と言われたりしているのだ。だからお客さんが減って、市場も活気がなくなってしまったのだ。警察は一部の場所で活動を再開したけれど、軍の作戦以外で武器が使われたという通報はない。と、なんだか矛盾したことを言っているのだ。市民は、犯罪が戦闘とは関係なく当たり前になっていると指摘しているのだ。略奪は、敵対する勢力がいない場所でも起きているから、この混乱の責任は正規の部隊にもあると言えるのだ。地域保護委員会という市民を守るはずの組織まで、今やギャングみたいに脅してお金を取っているのだ。警察も裁判所もちゃんと機能しないせいで、市民にはもう頼れる場所がないのだ。ハルツームの市民は、こうした治安の悪化で、とっても辛い思いをしているのだ。5つ目のニュースなのだ。エチオピア民兵の新たな侵攻で、ある、ガラバットの家畜市場で市民が死亡、という記事なのだ。ガダーリフ州のある、ガラバットで、
エチオピアの民兵による襲撃があり、家畜市場で働いていた市民が一人亡くなってしまったのだ。これは2025年8月11日に起きた出来事なのだ。目撃者によると、亡くなった方はすぐに病院へ運ばれたけど、残念ながら命を落としてしまったのだ。この事態を受けて、当局は報復を防ぐために、あるカラバットに住むすべてのエチオピア人に町から退去するよう命じたのだ。さらに悲しいことに、ガダーリフから救援に駆けつけた市民たちも交通事故に遭い、もう一人犠牲者が出てしまったのだ。このガダーリフ州とエチオピアの国境地帯では、エチオピア民兵が国境を勝手に越えてきて、住民を脅かしたり、混乱を引き起こしたりすることが絶えず続いているのだ。当局がしっかりとした対策を取れていないのが問題なのだ。先週も、ワド、アブ、リサン地区で民兵の侵攻があり、牧畜民3人が亡くなり、他にも多くの人が怪我を負ったのだ。今年の7月初めにも、あるカラバットの家畜市場が襲撃されて、市民の財産が略奪される事件があったのだ。これらの襲撃には、ファノと呼ばれるエチオピアのアムハラ民族に属する民兵組織が関わっていると見られているのだ。彼らは政府に反対していて、警察とも武装衝突を繰り返している過激な集団なのだ。また、最近ではティグレ紛争が始まってから数年間途絶えていた、あるファスカ地域へのエチオピア民兵の侵攻が再び始まっているのだ。このような状況を受けて、先週、東部旅団の司令官がガダーリフ州知事や州の治安委員会のメンバーと会合を開いたのだ。彼らは国境地帯の牧畜民が置かれている危険な状況や、ギャングによる殺害事件について話し合ったのだ。会議では、ギャングの問題を終わらせて、市民の安全を守るための具体的な計画が提案され、市民保護がとても大切だということが確認されたのだ。州知事も、この訪問を歓迎し、州内の様々な問題、特に農民同士の争いを解決するために全力を尽くすと約束してくれたのだ。一刻も早く、この地域に平和が訪れてほしいのだ。皆さん、今日はスーダンの過酷な現状を詳しく知ったのだ。市民が安全に暮らせない状況は本当に心が痛むのだ。それでも、スーダンの豊かな文化や、困難に立ち向かう人々の力強さを信じたいのだ。一日も早く武力衝突が終わり、人々が安心して暮らせる平和な未来が訪れるよう、スンダモンは心から願うのだ。国際社会の継続的な支援も大切だと思うのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。